今日は2024年12月21日土曜日。こんにちは、日本語教師のナナです。これは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。今日のテーマは直接取引してみた。今日のポッドキャストは先週の話の続きだから、まだ先週のポッドキャストを聞いていない人は今これをストップして先に先週のポッドキャストを聞いてほしいんだけど、先週のポッドキャストでは最近フリマアプリで詐欺が多いっていう話と、私も詐欺に遭ったことがあるっていう話をしたんだけど、今日は詐欺に遭わないようにどんなフリマアプリを使えばいいのっていう話をみんなと考えたいと思う。普通フリマアプリは先週話した問題のフリマアプリもそうだけど、買う人がインターネット上でお金を送って売る人が商品を送るよね。買う人と売る人、顔を見ないで取引する。取引は deal とか transaction。 じゃあみんなはインターネット上じゃなくて直接取引ってしたことある？直接取引、直接は directly。インターネット上で買ったり売ったりするんじゃなくて、売る人と買う人が直接会ってそこでお金を払って取引すること、これが直接取引だよね。アメリカだとクレイグスリストが有名かな。クレイグスリストで売る人と買う人が出会って取引する。私の初めての直接取引もカナダにいる時に使ったこのクレイグスリストじゃないかな。カナダにいる時は売ったこともあったし買ったこともあったな。部屋のライト、照明とか買った気がする。反対に日本に帰る前にカナダで使っていたものをまとめて売ったりね。で、日本にもね、クレイグスリストみたいな直接取引のアプリがあるんだよね。ジモティって言うんだけど、ローカルっていう意味の地元っていう言葉から地元の友達っていう意味のジモティっていうスラング、若い人たちが使う言葉ができて、それがアプリの名前になったんだと思う。これが結構いいの。私は今まで大きいもの、例えば
ベッドのマットレスとか自転車、おひなさま。おひなさまってわかるかな？日本の伝統的な人形、着物を着た人形がいっぱいいるやつ。あとはテレビとかバゲッジとかいろんな家具、そのジモティーで取引した。直接取引のメリット3つ考えてみたんだけど、まず1つ目は送るのが難しかったり高かったりする家具を買いたい人に直接取りに来てもらえることだよね。そしてメリット2つ目は無料でタダであげることができること。普通のフリマアプリは無料にはできないからね。送る料金もあるからその分高い値段にしなきゃいけないしね。そして日本ではどこの国も全部そうかな、大きい家具を捨てるときにお金を払わなきゃいけないんだよね。例えばマットレスはスプリングが入っているものだとすごく高い場合があって、私が前調べた時は1万円くらいだった気がする。それよりは無料でもらってくれる人がいたら当然そっちの方がいいよね。そして直接取引3つ目のメリットは手数料、マージンが無料なこと。普通のフリマアプリはフリマアプリにもよるんだけど、だいたい売った金額の 10% は手数料として会社に取られちゃうんだよね。でも直接取引の場合はこの手数料が無料になるよね。この手数料、安いものならいいんだけど、高いものの場合、例えば3万円で売ったら 10% の手数料なら3000円フリマアプリの会社に取られちゃうからね。ちょっともったいないよね。でも直接取引の場合は無料だから、買った人が払ってくれたお金を全部もらうことができる。これはかなり大きいメリットだよね。こんな感じでメリットを挙げてみたけど、私がこの直接取引を日本でしてみた感想は、買ってくれた人の顔を見れるのがいい。こんなこと言ったら古いって言われるかもしれないけど、自分が大事に使っていたもの、私の場合はバゲッジとか、あとはさっき言ったおひなさまみたいに長い間大事に使っていたものとかって、なんか捨てるときに悲しい気持ちにならない？なんか申し訳ない気持ち、ごめんなさいの気持ち。特におひなさまなんて人形だからさ、絶対捨てられないって思ってたの。でもその直接取引のアプリでそれを買いたいって言ってくれた人がうちの近くまで来てくれて、しかもすごく遠いところから車でわざわざ来てくれたのね。その人はある幼稚園の園長さんだったの。幼稚園におひなさまを飾りたいっ
っていうことで連絡してくれて、無事取引が終わったんだけど、取引が終わった後もこんな風に幼稚園にお雛様を飾りましたって写真を送ってくれたりして、すごく感動したんだよね。うちの倉庫にしまってあって何年も飾られなかったお雛様が幼稚園でたくさんの子供たちに見てもらえる、喜んでもらえるならそっちの方が全然いいよね。超幸せだよね。これはちょっとプライスレスだなって思った。この直接取引はね、日本に住んでいる私の生徒さんにおすすめしたことがあるんだけど、みんなすごくいいって言ってくれて使ってた。日本にずっと住むわけじゃなくて、一時的に1年だけ2年だけ住みますっていう外国人の人たちには特にいいよね。新しいものとかいいものは必要ない、とりあえず今だけ使いたいっていう人結構多いよね。ただ無料のものも結構あるけど、そういうのは人気だから早く連絡しないとなくなっちゃうことが多いんだよね。だから自分の住んでいる場所、地域を設定してしょっちゅうチェックしているといいものがゲットできるかもしれない。私が日本語学校で働いている時に、今日机と椅子の取引をしなきゃいけないから学校に行けませんっていう学生がいたんだよね。休むのは良くないことだけど、家で勉強するために机と椅子必要だからね。まあしょうがないよね。でももちろん直接取引はデメリットもあるからね。もしかしたら悪い人が悪いことを考えて買いたいですって言うかもしれない。だから取引の場所は絶対に自分の家にしたらダメだよね。駅とかコンビニの駐車場とかショッピングセンターとか、人がたくさんいるところで会わなきゃダメだよね。あと個人的な連絡先を聞かれても絶対に教えない。取引に必要なメッセージはそのアプリ上ですることも大事だよね。多分この2つをしっかり守っていたらそんなに危ないことはないんじゃないかなって思う。みんなは直接取引したことあるかな？どんなものを売ったり買ったりしたかぜひ教えてね。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。日本語教師のナナでした。バイバーイ。